バカになっぞ。お前らしなさすぎ。頑張れ。はい、よろしくお願いします。思いついたきっかけはですね、思い返してみると、まずサマーウォーズっていうのがね、親戚の映画でして、その前が「時をかける少女」って青春とほんのり恋愛の映画でして、でそこから考えた時にそうですね、そのサマーウォーズ終わった後ぐらいで割と自分の友達や自分のいとことかがね子供を生まれたみたいな連絡があって、見に来てよみたいな話になるわけじゃないですか。遊びに来てよみたいな、可愛いからみたいな、じゃあ行きますわっつって感じで行って、夫婦で行くとすごくやっぱり子供は確かに可愛いんですけど、見てもらうとでも子供よりもねその親たちね、自分の友達とかいとことかの親たちがねすごい輝いてるっていうか魅力的なように見えて、それがすごく素敵だなっていうことで、子育ての映画ってあり得るんだろうかって考えて、それがきっかけっていうところがありますかね。だって世の中にね、例えばお母さんっていうのはものすごい数いるわけですよ。ねえ、何千万人と日本でもいるわけですよ。でそうやって何千万人という人を主人公にしたいと思うわけですよ。つまり世界中で一人しかいない人を主人公にするんじゃなくて、すぐね横にいる人を主人公にしたいっていうことですよね。そのサマーズの時の上田っていうのは本当に実際上田を舞台にしようと思ったんですけども、今回はモデルになった場所、舞台ってことではなくてモデルになった場所がね、自分が生まれ育った場所になったんですよね。これ最初全然考えてなかったんですよ。本当はもっと東京からスタートしてどっか関東近県とかでね考えたりしてたんですけども、だんだんロケハンしていくうちにもうちょっと関東みたいなすごくなんていうのかな便利なところよりももうちょっと厳しい不便なところがいいなとか思って、その中の一個で自分の生まれた近くみたいなところも行ってみて、ある家を見つけて、でその家がすごく素敵なお家だったんで、それがたまたまね僕が生まれたところの町で、多分ねあの家が別のところにあったら僕の生まれ故郷が舞台になってたかどうか知りませんけども、分かりませんけども、その家がまずあってわあすごくいいなと思った。でもそれもね後で考えてみるとね、ひょっとしたらやっぱりこれ母親の話だから、どっか自分が子供の立場として過ごした場所っていうのが根拠にしたいみたいな気持ちがあんのかも分かりませんよね。映画作っていく材料というのは自分の記憶だったりするんで、そういう根拠みたいなものをどっか求めてそういう風になってるところもあるのかも分かんないですよね。今回のスタッフみんながもうほんとすごく僕が憧れてるずっと憧れてたような人たちばっかりなんで、山下さんにしろ
大野さんにしろ三笠さんにしろ、ね、井上さんにしろみんなすごくもう雲の上のような人たちなんで、そういった尊敬するような人たちと一緒にね仕事をさせてもらえるっていうのの喜びっていうか、まあ嬉しさでやってるところがありますんで、本当に、僕は一番年下なので本当に勉強させてもらうようなつもりでやしてもらってますけど。やっぱねこう題材がねまああんまりない題材じゃないですか。子供、まあ子育てものだと思うんですけども、子供を産む前の恋愛から始めて結婚して子供を産んで育てて、でその子供が自立するまでの映画っていうのは多分今までにあんまし、ないんじゃないかというねところがあって、であんましないだろうからこれは面白そうだとかやってみたいなっていうのがあるんですけども、思いついた時にねやっぱねこの映画ってだから多分いろんななんていうのかな、時間の流れっていうかね生まれた子供たち、狼子供たちの目線で見る時間っていうのもあるだろうし、もちろん主人公の母のね花の目線で見る時間もあるだろうし、もしくは男の人だったら、途中で死んでしまうけども狼男のねが天国からねその自分の、奥さんと子供たちを見てるっていう目線もあるだろうし、なんかそういうそれぞれの目線でなんか見れるところがあるのかななんてちょっと思ったりなんかして、よくわかりませんけど僕はもうやっぱり作ってるのやっぱ主人公花の目線なんですけど、やっぱりおとぎ話みたいだって笑われるかもしれません。そんな不思議なことあるわけないって。私の母が好きになった人は狼男でした。待ってください。これ出席表。俺ここの学生じゃない。ただいまっていういいだろうな。じゃあ私がお帰りって言ってあげるよ。母はその小さなアパートで私を産みました。自分たちだけで。もし狼の姿の子供が生まれてしまったらお医者さんたちをびっくりさせてしまうと母が心配したからです。優しい子になるかな。頭のいい子になるかも。辛い思いをしないで元気に育ってほしい。弟が生まれたのは次の年の春、雨の日のことです。突然父の姿が見えなくなりました。大きくなるまで見守ってやろう。任せて。ちゃんと育てる。すみません。
れからどうしたい？人間か狼か。引っ越そうと思うんだ。どちらでも選べるように。ここは自給自足には向かないよ。動物が山から降りてきて畑を荒らすの。この辺が空き家ばっかなのは人間の方が追い出されちゃったからなのよ。じゃあご近所は？ご近所ったってずっと降りないと人には会わないよ。決めました。え？ここに決めました。なんで？新しい家。どう？気に入った？気に入った。もう帰ろうよ。うりゃ。ほら。雪と雨が狼子供だっていうのは私たちだけの秘密。もし急に狼になったらみんなとってもびっくりする。だから他の人の前で狼になっちゃダメね、約束。わかった。もし山で動物に会ったら偉そうにしちゃダメ。きっとお父さんが悲しむから。わかった？わかった。狼ってどうしていつも悪者なの？悪者って絵本？みんなが狼を嫌ってもお母さんだけは狼の味方だから。雪をかけ雲を数え雨に遊び風に吹かれて花に埋もれ草笛鳴らそう四本足で二本の足で新しい朝新しい風あなたのために準備されたの新しい朝新しい光世界はあなたのためにあるなんで学校に来ないの？狼だから。人間でしょ。狼だろ。もう絶対に狼にならないって決めたの。二つの道のどちらか選び遥か彼方見つめる眼差ししてあげら